回ってたね。皆さんこんにちは、ときまるです。今日はエクストリームミニマリストになるための5つの習慣というテーマでお話ししていきます。ラジオ感覚でお楽しみください。全く多分役に立たないことですね、今日はね。だってエクストリームミニマリストに誰もなりたくないでしょっていうね、ところからまず始まってくるんで。ただね、どうやらね、一部の人にね、ちょっとエクストリームミニマリストになりたいみたいな人がどうやらいるらしいんで、ちょっとそういう方々に向けてね、今日はお送りしたいなと思っています。はい、私ね、この何もない部屋で、暮らしています。で、よくね、これただの寝室なんでしょうとかって言われるんですけど、普通にね、ワンルームの激狭住宅、激狭マンションです。はい。だからいわゆるそのいくつも部屋があって、その中の寝室をなんかこういう感じにしてるんですよね、みたいな感じに言われることはあるんですけど、全く、ただの一人の孤独な一人暮らし、もうこのままなんか孤独死しちゃうんじゃないかなぐらいの雰囲気がある、それがエクストリームミニマリストですけども、そんなエクストリームミニマリストになるためのね、習慣、5個紹介していきます。まず一つ目。バックパックに収まるものだけで暮らす。これですね、一つはね。で、私は実際この、17リットルのバックパックに入る収まる、ものだけで今暮らしています。はい。正確には今ハイキングギアがね、去年からちょっと増えたんで、バックパック2つになってんすけど、でも基本的に生活用品はバックパックの中に収まります。で、持ち物は全部で65個です。はい。で、やっぱりその、数でね、なんかいろいろ決まるわけではないんですけど、やっぱり、普通の、ミニマリストよりもさらに数が、究極的に少ないっていうのがエクストリームミニマリストなんで、そうなるとやっぱり、バックパックに物が収まるっていうのが一つの、鍵になってくるのかなと思いますね。で、今日はもうとことん、そのエクストリームミニマリストに限っての話をしていきたいと思うんですけど、やっぱり荷物がバックパックに入るようになると、まず引っ越しが楽になるし、で、物の管理が楽になるし、把握も楽になります。これ持ってる持ってない、で、これしかないからっていうので、洗濯の時間も減ります。毎日同じ服着てます、私。そういうその毎日同じ服を着ることを信じられない人からしてみれば、もう本当にもう敵でしかないっていうか、もうなんか怖いなっていうかね、もう毎日同じ服着てなんかデジャブかなみたいな。毎日ね、同じ服着るのって結構ね、怖いと思いますね。でも過去にもほら、スティーブ・ジョブズさんとか、一世三宅のタートルネックをね、むちゃくちゃ発注して、そればっかり着ている人とかね。で、マーク・ザッカーバーグとか、結構、そのイノベーターっていうのかな、なんかカリフォルニアのテック系の人たちとかね、やっぱりその何かにこだわって仕事をしている人とか、革命を起こすような CEO の人たちっていうのはね、結構同じ服着てたりしますね。はい。それは日本でもね、そういう人って結構いると思います。で、そういうわけで、まずはバックパックに全て収めると。で、二つ目の習慣は、朝5時に起きて何もない部屋でヨガ。これです。はい。これもね、怖いですよね。怖い。結構怖いと思うよ。で、最近冬でさ、寒いでしょ。寒くて暗いでしょ。暗い中ね、この部屋で一人もそもそと起き出して、やり始めるわけですから、だいぶこれ怖いなって思うんですけど、ただ自分がやっているのは今、アシュタンガヨガっていうヨガに取り組んでいて、ヨガそのものがその朝にやる習慣っていうのがやっぱりあるので、これはもう全世界的にですね、やっぱヨガは朝だなっていう感じはあるんで、で、早起きしてやると。で、何も部屋にないことによって、もうそこがもうヨガスタジオになってしまうと。で、何もない部屋でヨガをやったらもうそれで終わりって感じです。僕の一日はほぼ。もうそれがエクストリームですね。はい。で、今日もね、朝からやったんですけどね、かなり効きましたね。疲れてるっていうか。なんか自分がいろんなものに執着してるとか、その自分の欲とかね、なんかそういうものが今日はちょっと見えましたね。で、そこからこの話に繋がってくるっていう感じなんですけど。で、とにかくその、早起きってのが結構大事だなと思っていて、だから、5時に起きなきゃいけないんで、その前日はもう早く寝なきゃいけないんですよ。で、そうなると、その、寝る前に今度夕飯っていうのかな、夕食をじゃあ軽めにしなきゃいけないとか、そのなんか、早起きっていうラインを一つ決めるだけで、その自分の一日の流れが変わってくるんですよね、ものすごく。で、よくね、その有名な経営コンサルタントの大前さんって人がいるんですけど、その人が言ってるのが、人が変わる方法は3つしかないって言ってるんですよ。それはまず時間配分を変える、住む場所を変える、
付き合う人を変えるっていうね、その3つなんですよね。で、朝5時に起きるってことは時間配分を変えることにつながるんですよ。それはすなわち人生を変えることにつながるっていうことです。うん。だからその早起きに合わせて早寝をする。で、夕食のリズムが変わる。夕食のリズムが変わるっていうことは、その日中の過ごし方も変わるみたいな感じで、全部変わってくるんですよね。だからそれは本当に私がもうここ、2年ぐらいかな、集中してやり始めてから変わったことの一つでもあるし、あとその土日とか、やっぱその曜日感覚をあまりもう気にしない生活になってますね、最近は。まあこれは結構前からではあるんですけど、まあそういうふうな自分の仕事のスタイルっていうのもあるんですけど、まあ多くの人は多分、いろいろに、平日に頑張って、で、なんか金曜日に、よし、一週間頑張ってから飲み行くぞって言って飲み行って、で、土日はちょっと、休みだって言ってダラダラ寝てたりすると思うんですけど、僕はね、もうリズムを変えないようにしてます。だから土日もないし、月火水木金も何もないと、曜日がない。曜日がない、曜日をミニマルにしてる。曜日がないのがエクストリームミニマリスト。曜日をなくせるかが勝負。曜日をいかにミニマルにできるか。これはもう、あれですよ。結構西洋社会に対するアンチテーゼみたいなところもありますよ。だって曜日っていうのはやっぱりそういうね、結構いろんなその宗教儀礼とか、まあそういうこう生活習慣と関わってくるところはあるので、そこを無視して自分軸で生きるっていうのはどれだけ難しいことか。この現代において。でもそこにね、私は挑戦をね、なんかしてるのかなと今ね、話して、ふとね、そういうことに気づきましたね、今ね。はい。朝5時に起きて何もない部屋でヨガをする。そしてもう他は何もしない。なるべく何もしない。そんな感じです。はい。エクストリームミニマリストになるための5つの習慣、3つ目なんですけど、コーヒーをネスカフェにする。はい。これです。これはもうね、自分の中でアイコン的な存在になってるし、時丸田中といえばネスカフェみたいなものが最近ちょっと広まりつつありますね。で、皆さんもネスカフェ買いましたとかね、言ってくれたりとか、これ結構僕のそのリアルの友達からも最近なんか言われるようになってて、なんか結構大先輩の方が、おい、時丸、俺ネスカフェ買ったよってこの間言われて、先輩もネスカフェですかみたいな。もうそんな感じになったりとかしてるんで、で、これはやっぱりエクストリームミニマリストの一つのアイコンだと思いますね。これはね。これは簡単に誰でも取り入れることができるから、エクストリームミニマリスト風というかね、の感覚を味わいたい人にはこれはベストだと思います。で、これね、まあいろいろ理由はあるんですけど、で、過去にもいろいろこれについては話しているので、そのネスカフェの動画を参照してもらえればと思うんですけど、まずはやっぱり会員差ですね。圧倒的な会員差。で、これ今ね、結構値段上がってるんですけど、600円とか800円とかするんですけど、でも一瓶で40杯分あります。40杯。で、今外でコーヒー飲んだら500円とか800円とかね、結構東京だと割とそのサードウェブ系のいいコーヒー屋さん行くと800円ぐらいしますよね。だからそれ考えるとね、一瓶でもう40倍、40分の1ってことです。で、しかも自分でその味の濃さとかをコントロールできるっていうのもまず良さですね。で、もう一つはその世界中で買えるっていうこと。これも強みです。大体、いろんな東南アジアの国私行ったりしてますけどね。で、ヨーロッパも行ってますけど、台湾、香港、ベトナム、インドネシア、フランス、イギリス、パリスとかね。なんかそういうとこ、もう大体もう世界中どこでも手に入る。それはもうこれがもう世界企業のネスレさんが作ってるからってことなんですけど。で、まあ結構いろいろな裏話はあったりするんですけどね、このネスレさんに関しては。ただまあ世界中で手に入る安心感があるっていうこと。これは結構そのミニマリストの条件としてどこでも手に入るってものを挙げてる人多いと思うんですけど、だからその Amazon しか使わないとかね、例えばショッピングサイト。あとはその服をユニクロしか着ないとかね。で、ユニクロとかももう今世界中に展開されてるから、どこでも買おうと思えば買えるじゃないですか。だからそのどこでも買えるっていう安心感があるっていうのは、一つね、そのなんていうのかな、その自分のその選択の自由さを広げることになるんですよね。まあそれを超えて、まあ別にそのブランドにこだわらなくて何でもいいっていう状況になるのが一番本当は強いんですけど、だから僕も別にね、本当にこればっかり飲んでるわけではないんですよ。まあ家でただこれを飲んでるだけであって、外ではね、結構ね、いろんなコーヒーを飲みます。はい。で、なんか、その場所によって、そのほら、スタバとか、ドトールとかも飲むし、全然。
で、エクセルシオールとかさ、いろんなコーヒー屋さんあるでしょ。そういうのも飲むし、あとは本当に個人経営でやっている豆屋さんがやっているコーヒー屋さんとか、結構そういうサードウェブ系の美味しいコーヒー屋さんに行ったりしますね。で、結構旅先とかだと結構コーヒーがやっぱ楽しみで、で、旅先に行くと必ずその街の中で一番美味しいコーヒー屋さんとか、そういうのをこうレビューなんかで調べてね、わざわざそこに出向いてコーヒーを飲むみたいなこともやってます。だから、まあ根本的に多分コーヒーが好きなんですよね、そもそも。うん。コーヒーがむちゃくちゃ好きです。で、バーでね、働いてたこともあって、そこのマスターからいろんなことを、いろんなコーヒーの基礎をね、最初にもう叩き込まれたんですけど、私は、その10代の後半の頃。まだその、なんか学生の頃ですね。だからもう10代の後半の頃に、本当にその、バーでね、もうドリップコーヒーをずっとこうやってた時があるんですよ。で、それからやっぱりコーヒーが好きになって、そこからも自分でいろんな豆とか粉を試したりとか、あと器具とか、ドリッパーとか、で、あとは抽出方法ですよね。フレンチプレスとか、いろんな方法があるじゃないですか。そういうのも試したりして、やってきて、で、最終的にこれにたどり着いたってことなんですよ。これが面白いなと思っていて。だから、なんていうかこう、飲む行為っていうのが、もうその記号であるっていうことですよね。だからなんか、コーヒーを飲んでいるっていうことなんですよ。だから、それはこう何でもいいっていうか、別にね、中身は。そういう風になってくると、そういう風になってくる状態が頭おかしくなっているエクストリームミニマリストの状態なのかなっていうとこです。はい。だから、いきなりネスカフェに行くんじゃなくて、本当にコーヒーに本当にコーヒーに好きな人はいろんなものを試してからですね、で、そっからこれに行ってみると、またこれのね、良さがね、よくぐぐっとね、わかると思います。はい。そんな感じで3つ目、コーヒーはネスカフェにする。です。はい。エクストリームミニマリストになるための5つの習慣、4つ目なんですけど、コストはミニマルにして利益は最大化するっていうこと。うん。これです。はい。で、まずそのミニマリストの第一段階として、やっぱりそのいろんな自分の集中を削ぐものをどんどん排除していくっていうことがあるんですけど、そういうものが完成した後は、後の段階になるんで、エクストリームになるとね。そうなると、コスト、自分のその生活コスト、ライフコストっていうのかな、そういうのをミニマルにしながら、でも利益を最大化するっていうことです。で、もっと言えば、ROI っていうね、投資用語があるんですけど、リターンオンインベストメントっていうね、つまりその投資収益率を常に考えるっていうことです。これはその株を買うときだけじゃなくて、それ以外のこと、だから自分のその仕事とか行動とかやっていることすべてにおいて、ROI を考えているってことです。これもう変態ですよね。この時点でね、なんか頭おかしいですよね、やっぱね、エクストリームは。ただ僕はその節約のためにそのミニマリズムをやってるわけではないので、なんか生活コストってそんなにね、抑えられてはいないんですよ。むしろそんなに気にしてないっていうか、自分のその快適なラインを常に探り続けているって感じなんですけど、それでもやっぱりその無駄なコストみたいなものは、こう圧縮しながら、それで、いかに、自分の仕事の時間を少なくして、かつその利益を最大化できるかみたいなことを考えています。はい。で、これちょっと具体的な話はちょっとね、長くなっちゃうんで、また別でね、どっかでやればいい、できればいいと思うんですけど。だからそういう意味では、このね、さっきのまたこれに戻るんですけど、ネスカフェはかなりその ROI が高いってことです。うん。これに対して得られる利益っていうものがものすごく大きいってことです。このコストに対して。で、ROI っていうのは基本的に利益割る投資額かける100っていうね、そういう計算式で求められるんですけど、だからその数値が100、100% を超えてくると、そのビジネスっていうのかな、自分がやってる仕事っていうのは赤字ではないっていうことなんですよね。だから常にその赤字にならないような行動とか仕事をやっていくこと、そういうことに意識を振り向けていますね。はい。それがエクストリームミニマリストの4つ目の習慣です。はい。じゃあ最後、エクストリームミニマリストの5つの習慣。何もない部屋で語り続けるってことです。これも怖いですよね。で、この間ね、面白いコメントをいただいてて、で、一つは持ち物はミニマム、話の長さはマキシマムっていうコメントね。これはこの間 Q&A でもね、紹介したんですけど。だからもうそれですよね。まさに。持ち物がないからもう喋るしかないっていう。喋るしかなくなってしまってる状態っていうのがエクストリームミニマリストの状態であるってことです。はい。で、簡単に私ダイバーシティとか多様性とかっていう言葉あんま使いたくないんですけど、でも多様性があっていいと思っていて、
まあ、ミニマリストにもいろんなスタイルがありますよね。で、ミニマリストを YouTube で発信してる方にもさ、そのルーティーン動画やったりとかさ、なんか顔を隠してなんかね、手元だけでいろんなものを紹介したりとかっていろんなスタイルありますよね。だけど、そのいろいろあっていいと思うんですけど、私はもうそのなんていうかな、そんなに、なんかそのルーティーンを紹介できないというか、何もないんで、絵にならないんですよね。絵にならない、全く。まあ今、この部屋です。こういうスタイルでやってるからっていうのはあるんですけど、だからまたちょっと自分の生活環境が変わると、なんかそういう一日のルーティンみたいな動画が作れたりするのかもしれないですけど、それがね、できないんですよ。だから割とね、もう語り続ける、喋り続けることしかできなくなっている。これはちょっとね、自分の今の、成長の行き止まりなのかもしれないです。はい。ただね、その喋り続けることに対して、ランニング中に聞いてますっていうね。だから話長くても大丈夫ですって言ってくださった方もいて、だからそういうのはものすごく勇気づけられますね。だからその何かしながらっていうか、まあランニングしながら聞くには確かに、ランニングってまあ5分で終わるのはちょっと短いから、やっぱり皆さんね、20分とか30分とか、長い人は1時間とか走ってると思うんですよ。10キロとかね、15キロとか走る人たちは。その間に何か聞くってなると、やっぱり長い方がいいっていうのは確かにあります。僕自身もその他の人のポッドキャストとかラジオとかによく聞くんですけど、やっぱり、長いのが多いですよね。ポッドキャスト系は。やっぱ1時間とかね、結構普通にあったりとかするんで、そうなるとね、全然走ってても終わらないから、むしろその話を聞きたいためにもっと走る距離が伸びるみたいなことが起きてきたりして、それもなかなか面白いなとは思うんですけどね。まあ、つまりその何もない部屋でこの語り続けるっていうことが、まあ一つのそのミニマリズムの体現なんじゃないかなと私は最近は思っているわけです。まあこれは勝手に自己満の領域ですけどね、本当にね。でまあハイキングの動画とかも上げてますけど、やっぱハイキング一人でソロでハイクするっていうことも、やっぱりミニマリズムの体現だとは思うんですよね。もうすべての荷物とか本当に自分が持てるものだけを担いで、で、その中には自分の生活用品とか必要なものがすべて入っていて、それだけで山に入って歩いていくっていうのは、やっぱりどこにも属さないし、住まないしっていうところで、ただ歩き続けるっていう、ものすごくミニマルな行為だと思うんですよね、究極の。それと近いような感覚が自分の中にはあって、何もない部屋で語り続けるっていうのは、まあそれに近い感覚はちょっと自分の中ではありますね。ね、だからちょっと話長くて呆れてる方もね、多いと思うんですけどね。てかもうむしろ最後まで聞いてなくて、冒頭だけ聞いて、もう他のチャンネル行っちゃうとかね。まあでもそれでも私はね、全然、いいと思います。まあそれ、それぞれっていうか、もう聞く側の自由なんで、まあ発信する側の自由もあるし、で、私はもう適当なことっていうか、自分がもう、やりたいことしかやらないようなスタンスなんで。はい。ということで今日は、エクストリームミニマリストになるための5つの習慣というテーマでお話をしてきました。おさらいすると、バックパックに収まるものを持つ。朝5時に起きて何もない部屋でヨガ。コーヒーはネスカフェを飲む。脂質をミニマルにして利益は最大化する。最後は何もない部屋で語り続けよう。語り続けるっていうね。はい。エクストリームミニマリストになろうとしている方、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さいさい。